ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はオーチェンドールよ。彼はデイドラクエストの一つ、唯一の治療法を進めれば手に入る死体よ。有名な死体だから紹介するまでもなく知ってる人の方が多いと思うわ。獣人としての性能はどうかというと、まあ、それは実際に見てもらうのが一番ね。というわけで早速彼の性能を見ていくわよ。始まるよー。オーチェンドールは破壊魔法を得意とする魔術師よ。彼の最大の特徴は、魔法が一切効かないというところにあるわ。彼はなぜか魔法に対して完全耐性を持っていて、破壊魔法はもちろん、ほとんどのシャウト、麻痺などの魔法を無効化するわ。彼を魔術師と戦わせると、相手は一切魔法を使わなくなって、ダガーによる攻撃しかしてこなくなるわ。それ以外にも、何度か攻撃を受けると転移が発動するという特徴もあるわ。敵として出てきた時と違って場所の移動はしないのだけど、一瞬だけ無敵になれるから有利な要素であることに変わりないわ。彼は感染者の一員でもあるから、毒斬を吐いて攻撃することもできるわ。これはマジカを消費しないから、マジカ回復中にダメージを与える手段として有効よ。とまあこのように様々な特徴を持つオーチェンドールだけど、だからといって強いかというと、全然そんなことないのよね。彼は熟練者レベルの破壊魔法を3属性全て使えるのだけど、属性強化のパークを持ってないからダメージはそこまで伸びないわ。複数の属性の熟練者魔法を使えるだけで強いと言いたいところだけど、なぜか一つのエリアごとに1属性しか使えないのよね。彼が使う熟練者魔法はエリア切り替え時に決まって、別のエリアに切り替えるまではその魔法しか使えないというよくわからない性質を持っているわ。もし霊気属性のアイスジャベリンが選ばれてしまうと、ドワーフオートマトンなどの霊気耐性持ちに殴りかかるといういつものパターンに陥ってしまうわ。ただ彼は片手武器の適性が高いから殴りかかってくれればまだいい方で、大半の敵には一度マジカが切れると氷雪と毒斬りしか使わなくなってしまうわ。体力は高いし回復魔法も使えるから魔術師としては硬い方だけど、魔術師にしてほしいのは魔法による強力な攻撃であって、魔術師の中で硬い方だとしてそれが何だという話でしかないのよね。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがオーチェンドールのステータスよ。熟練者レベルの破壊魔法を3属性使えるように見えるのだけど、さっきも言った通り、なぜか一つのエリアごとに1種類しか使ってくれないのよね。それに属性強化のパークがないから、ダメージは属性強化持ちによる精鋭魔法と変わらないわ。単体攻撃だし消費も多いことを考えると、属性強化持ちの精鋭魔法使いの方が魔術師として優秀よ。汚い霧というのは感染者特有の緑の液体を吹きかける攻撃で、毎秒20の毒ダメージを与えられるわ。そこそこ強いのだけど毒属性だから無効化する敵が多いのが難点ね。意外なことに彼はエクストラダメージ2を持っているわ。ただ一緒にダメージ低下 0.5 というパークを持っていて、これには武器ダメージを半減させる効果があるから、結局武器によるダメージは1倍にしかなってないのよね。なんでこんなややこしいことしてるのか本気で意味がわからないわ。それ以上に問題なのが魔術師関連のパークを一切持ってないことね。属性強化だけじゃなくて、瞑想や魔術師の鎧といった強めの魔術師なら大体持ってるパークが全くないわ。魔法への完全耐性と転移による一時的な無敵は強力だけど、それ以外は特筆すべきことがない。ちょっと固めの魔術師でしかないわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。レベル10以上でカースワステン東のケライトに捧げる祠に行って、綺麗好きの結種に話しかけると、唯一の治療法のクエストが開始されるわ。いろいろな素材を集めるよう要求されるのだけど、吸血鬼の位牌、デスベル、銀のインゴットは簡単に見つかるからいいとして、上質なルビーは狙って見つけるのは大変かもしれないわね。リーチ地方の川に放置されてるボートの上に、全種類の宝石が落ちてるから、ここを利用すれば確実に手に入るわ。その後はブサーダムズでオーチェンドールを倒せば、彼の死体が手に入るわ。クエストを終わらせても彼の死体は残り続けるから、保存アイテムは持たせなくても大丈夫よ。彼の防具はプレイヤーのレベルに応じてランダムで選ばれるのだけど、もし弱い防具が選ばれてしまった場合は、防具を全て剥いでから蘇生して、
ファストトラベルなどの大きめのロードを挟むと、防具が復活するから、これを何度か繰り返せばいずれ強力な防具を装備してくれるわ。グレイヤーのレベルが34の時点では、体は補給のローブ、腕は SE ならオークのコテ、AE ならオークプレートのコテ、足は黒炭のブーツ。この組み合わせが最も強くなるわ。初期装備になる可能性がある防具なら、渡してから蘇生すればロード後に装備してくれるから、これらの装備は一度に揃えなくても大丈夫よ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はオーチェンドールについて紹介したわ。魔法への完全耐性というと強そうに思えるけど、攻撃面が大したことなくて、結果的に平凡な性能に収まってしまっているわ。だけど毒を吐いたりワープしたりして見た目が愉快だから、面白さ目当てで連れ歩くのもいいかもしれないわね。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。